こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの13回目だよ。今回は5年目、2030年シーズンを進めていくぜ。ウェーバーから獲得した選手を合流させるためにすでに3試合消化済みだけど、今季はこのメンバーで戦っていくよ。詳細は前回の動画で紹介したから、今回は割愛するぜ。今季の目標もポストシーズン進出。ここ2年はディビジョンシリーズ敗退、リーグチャンピオンシップシリーズ敗退と、徐々に世界一に近づいているから、今季はワールドシリーズまで行ってほしいところだぜ。それじゃあまずはいつも通り、6月終了時点までスキップするよ。はい、7月1日まで日程を進めたよ。アスレチックスはここまで、53勝43敗でア・リーグ西地区3位。ワイルドカード争いでは2番手につけているぜ。今年は同地区のレンジャース、マリナーズが手強い感じだな。チーム成績はこんな感じ。投手防、チーム防御率がリーグ2位と、完全に投手のチームになってきているな。ボロボロだった投手陣はどこへやら。後で軽く紹介するけど、今年は特にリリーフ陣が頑張っていて、ここまでの救援防御率が 2.75 で、リーグ1位となっているよ。一方で野手防、チーム得点がリーグ9位と、打撃陣の調子が上がってきていないな。後半戦は打線の奮起に期待するよ。各選手の成績も少しだけ見ておこう。まずは投手陣。先ほどのチーム成績の通り、全体的にいい成績だな。リリーフ陣だと、元トッププロスペクトのアーノルドが、ここまで23試合、56イニングを投げて防御率 1.44、防 1.1 と素晴らしい活躍。もともとは左のエースとして期待していたが、ようやくリリーフとして花開きつつあるな。また、バイズが全治1ヶ月の怪我で離脱しており、代わりにトールが先発に入っているよ。彼もここまでリリーフでそこそこの成績を残しているな。続いては野手陣。カーツがチームトップの成績だが、彼にしては物足りない成績だな。去年の前半戦ではこの倍の棒を稼いでいたからな。あとは目につくところで言えば、MLB2 年目のアイザックが、ここまで18本塁打、OPS826 と活躍。ただ、守備能力がかなり低いことからほとんど DH でしか起用されず、マンシーやギレンがベンチに追いやられる試合も多くなっているよ。本当はアイザックにレフトを埋めてほしいところなんだけどな。そのレフトには、開幕からボルテが入っていたが、開幕から成績が上がらずマイナー降格。それでもやはり監督はアイザックをレフトでは起用しようとせず、ターリーをライトに回して、ハニーカットをセンターに入れる始末。センターをプラスで守れているターリーをわざわざライトに回して、この打撃成績のハニーカットをスタメンで起用するのはもったいない気がするな。ということで、このタイミングでチーム内トッププロスペクトのアルバレスを昇格させることにしたよ。まだ能力は伸びきっていないが、ポテンシャル評価は80をキープしているぜ。ポテンシャル評価通り伸びるとは思っていないけど、長打力と選球眼が両方80前後まで伸びてくれれば、球界を代表する打者になると思うよ。一方で守備面は不安だな。まともに守れそうなのはレフトだけって感じだな。まあこれでもアイザックよりはマシだと思うよ。今季はここまでトリプル A で、OPS912、WRC プラス126、防 0.4 という成績。トリプル A は打高リーグだから多少差し引いてみる必要はあるけど、少なくとも打撃面ではそこそこの成績を残しているよ。当面は7番レフトで起用される見込みだぜ。またマンシーがベンチに回されていてもったいないから、マイヤーとどちらかをトレードで放出するのもありかもしれないな。なお、アルバレスとデビュー前に長期契約を結んでおこうと思ったが、予算が足りず交渉もできなかったよ。ただ、デビュー前でも FA 後の期間は年平均2000万ドル程度を要求してきていたから、育ちきってない今の時点で契約延長をするのはそもそもリスキーだったかもな。仮に今季ひどい成績で終えたらまた要求額が下がるかもしれないから、シーズン終了後にまた交渉してみるよ。ということで、もう少し日程を進めてドラフトへ。アスレチックスの最初の指名権は、全体25巡目だぜ。では、今年のドラフトで上位指名した選手を簡単に紹介していくよ。1巡目は大学生内野手の CJ コビー。コンタクト能力は低いが、長打力と選球眼が高い内野手だよ。守備面ではショートとしての評価が高く、控え野手としてはすでに十分な能力。年齢的にも数年以内に出てきてほしい選手だよ。去年からそうだけど、即戦力に近い選手を取る方針に変更してきているな。当たれば大きい高校生よりも、大きく伸びなくてもそこそこの活躍が見込める大学生中心のドラフトの方がいいんじゃないかと思ってきているよ。ゲーム序盤で上位指名した選手がことごとく戦力になっていないからな。自分の見る目のなさが悲しいよ。続いて2巡目は投手のケイシー・ネルソン。彼も大学生で、数年以内に戦力化できそうなリリーフ投手だぜ。去年のシンプソン、スアレスと同じ狙いでの即戦力リリーバーの指名だよ。3巡目も投手のマット・クラーク。彼は高校生の先発投手。もともと1巡目候補に挙げられていたが、3巡目まで残っていたので指名した感じだな。これまで高校生の先発投手をまともに育てられていないから敬遠していたけど、3巡目で取れるならということで指名したよ。エースになれるポテンシャルを秘めた投手だぜ。まあ、これまでも何人もそういう投手を取ってきたんだけどな。4巡目も投手のアルブルジョア。
2巡目のネルソンと同じく、大学生のリリーフ投手だよ。即 MLB で、とはならないと思うけど、数年以内に戦力化できると思っているよ。去年のシンプソン、スアレス、今年のネルソン、ブルジョアと、リリーフ陣を自前で調達できる見込みが立ってきたな。そして5巡目は外野手のダスティ・ラトレリー。走攻守3拍子揃った高校生外野手だぜ。ギリギリセンターを守れるかどうかという守備能力だな。ということで今年のドラフトはこんな感じ。今年も大学生中心のドラフトになったな。なかなか若手が育たないし、いっそ即戦力の選手を集めて、ここから数年で世界一を目指そうという方針だよ。安定してポストシーズンに出れているうちに決めてしまいたいところだな。そこから7月末まで日程を進めてトレードデッドラインに。ちなみにチームはリーグ西地区3位、ワイルドカード争いでは2位に。ワイルドカード圏内が全部西地区のチームになっているな。また、7月からデビューのアルバレスはこんな感じの成績。1ヶ月で O-0.6 か。まあまだポストシーズン進出圏内だからもう少し我慢して起用してみるよ。ということで改めてトレードへ。また特に放出したい選手はいない感じか？いや、アイザックの台頭もあってマンシーが控えになってもったいない感じもあるから、FA まで残り2年のマイヤーか残り3年のマンシーのどちらかは対価次第で放出してもいいと思っているよ。なるほど、マンシーはサードも守れるから、マイヤーも放出候補になるわけだな。そういうことだよ。それじゃあトレードデッドライン終了までスキップするぜ。はい、トレードデッドラインが終了。結果は1件もトレードしなかったよ。納得できる対価が得られそうになかった感じか？そうだな、ポテンシャル評価が50以上の選手を放出してくれそうなチームがほとんど見つからなかったよ。まあ、マイヤーもマンシーも今無理に放出する必要はないからな。ということで、今季はこのメンバーで残りのシーズンを戦っていくよ。今回も、一気にレギュラーシーズン終了までスキップさせてもらうぜ。はい、レギュラーシーズン終了まで日程を進めたよ。気になる結果はご覧の通り。92勝70敗の成績で、同率ながら見事はリーグ西地区を制したぜ。同率のマリナーズだけでなく、レンジャースも1勝差とかなりの接戦だったよ。なお、92勝はリーグ全体でも1位の成績ということで、ポストシーズンでは第1シードを獲得し、ディビジョンシリーズからの登場となるぜ。仕組み上仕方ないが、92勝のマリナーズか91勝のレンジャースと戦わないといけないのはしんどいな。ということでワイルドカードシリーズ終了までスキップ。ディビジョンシリーズの対戦相手はマリナーズになったぜ。そのマリナーズは、チーム野手号リーグ1位、投手号12位と野手中心のチーム。2年連続号リーグトップのフリオ・ロドリゲスを中心とした、強力な打線を擁しているぜ。マリナーズファンの投稿主もにっこりの打線だな。対する我々アスレチックスのメンバーはこちら。9月にサードのマイヤーが全治8ヶ月の怪我で離脱しており、代わりにサードにマンシーが入っているぜ。先発陣はバエズ、マイヤーズ、マカルー、スミスで、レギュラーシーズンで先発として活躍したメナ、トールは、リリーフ待機となるよ。では、ディビジョンシリーズ開幕。初戦は4対3でサヨナラ勝ち。ギレンがサヨナラ犠牲フライで勝負を決めたぜ。続く2戦目は、5対6と1点差で敗戦。3戦目も敗れ、1勝2敗に。早くも追い込まれたな。負けたら敗退の第4戦は、4対3で勝利して2勝2敗に。さて、運命の最終戦は、見事6対0で制し、リーグチャンピオンシップシリーズ進出を決めたよ。シリーズ MVP はカーツ。打率こそ2割3分8厘だったが、3本塁打5打点を挙げたぜ。リーグチャンピオンシップシリーズはオリオールズと対戦。オリオールズは今季86勝を挙げ、ワイルドカード3枠目でポストシーズン進出。失点数はリーグ8位だが、チーム投手号リーグ1位と、投手陣が強力なチームだぜ。なお、今季号 7.5 と、リーグを代表する内野手のジャクソン・ホリデーが怪我で離脱しているぜ。うちにとってはかなりラッキーだな。ということで、いざリーグチャンピオンシップシリーズへ。初戦は0対2で敗戦。2戦目は6対2で勝利。移動日を挟んだ3戦目は、1対3で敗戦。続く4戦目も敗れ、いよいよ追い込まれたよ。突破にはここから3連勝が必要か。そして5戦目は、4対2で勝利。ホームに戻った6戦目も勝利し、3勝3敗で最終戦へ。今年のマリナーズ対ブルージェイズを彷彿とさせる熱戦だな。さて、勝負が決まる最終戦は、見事3対0で勝利、ついにワールドシリーズ進出を決めたよ。シリーズ MVP はマンシー。打率4割6分2厘、2本塁打、5打点の大活躍だったぜ。野手陣の成績はこんな感じ。リーグチャンピオンシップシリーズだけではなく、ポストシーズン全体の成績が表示されているぜ。ということで、ワールドシリーズではメッツと対戦。そのメッツの情報はこちら。今季は95勝67敗で、ナリーグ東地区を制覇。総年俸 MLB 全体2位の資金力を誇り、強力なチームを作り上げているぜ。ちなみにアスレチックスの総年俸は32球団中31位。金持ち対貧乏球団のシリーズになったな。ただ、主力のリンドは、ロドン、タッカー、ニモ、トーケルソンと5人も怪我で離脱しており、スケール隙はありそうだよ。では、ワールドシリーズ開幕。初戦は0対17とまさかの大敗。先が思いやられるな。続く2戦目は、9対1で勝利。ホームに戻って3戦目。6対3で勝利。続く4戦目も勝利し、あっさり王手をかけてしまったよ。スコア的にもこの3試合は余裕を持って勝てている感じだな。さて、勝てば世界一となる第5戦。8対3で勝利。
見事5年目で、目標の世界一を達成したよ。なんともあっさり決まってしまったな。プレイ開始から5年目での世界一達成。正直10年くらいかかるものだと思っていたから、うまくいきすぎてびっくりしているよ。当初の予定では、5年目くらいにようやく戦えるようになってきて、そこからどんどん若手が育ってきて世界一に、というような想定だったからな。この企画を今後どうするかというのもあるけど、一旦いつも通り、今シーズンの選手成績を振り返っていくよ。まずは投手陣から。投手陣で一番の5を記録したのは、なんとクローザーのシンプソン。今季は71試合に登板し、41セーブ、防御率 2.19、防 3.1 とフル回転。また、ポストシーズンでは8試合、15.2イニングを投げて防御率 1.15、防 0.6 の大活躍。すでに、去年のドラフト指名直後に結んだ、12年総額5376万ドルの契約の元が取れたと言っても大げさではないくらい、世界一に貢献してくれたな。先発陣では飛び抜けた成績を残した選手はいなかったものの、マイヤーズ、スミス、メナ、マカルーはほぼ1年間ローテーションを守り、まずまずの活躍。数年前からこの安定した先発陣を揃えられたことが、安定したポストシーズン進出と、ポストシーズンの勝ち上がりに繋がった感があるな。全員ウェーバーやトレード等で獲得した選手で、生え抜きのエースを育てられなかったことだけが心残りだよ。続いては野手陣。今年もチームトップの5を記録したのは、地方のニック・カーツ。直近2年と比べると成績は落としたものの、今年も OPS900 を超える安定した打撃成績で、防 4.8 を記録したぜ。カーツとはゲーム開始直後21年の契約延長を結んだが、その期待にたがわぬ安定した成績を残してくれたよ。毎年ポストシーズンでも活躍していて、間違いなく彼なしではこの結果はなかったと思うぜ。そして、MLB 昇格2年目のギレンが今年も防4超えの大活躍。今年はアイザックも35本塁打、OPS872 の活躍でレギュラーに定着しており、バリオスは今季いまいちだったものの、去年も触れた通り、ウィルソンを放出したトレードでレイズから獲得した3人が主力級の選手に成長したのが大きかったな。レイズからは他にも先発のバイズと、外野手のシンプソンも獲得しており、本当にレイズ様々というような結果になったな。シンプソンは移籍初年度こそ防マイナスの結果に終わったものの、2年目以降は全て防3以上の安定した活躍。6年連続盗塁王の走塁と守備で王を稼いだのは間違いないが、直近3年間の WRC プラスが90台と、打撃面でも成長を見せていたよ。しかし、改めて6年連続盗塁王はえげつないな。そして、夏に昇格させたトッププロスペクトのアルバレスは、打率2割1分7厘、5本塁打、OPS660、防 -0.1 と、やや物足りない成績。ただ、能力の評価は順調に上がっており、ポテンシャル評価も特に下がっておらず、来季以降が楽しみな選手だぜ。チーム成績はこんな感じ。今季は得点リーグ8位、野手防リーグ6位と野手はまずまずだったが、失点、投手防がともにリーグ2位と、投手陣の活躍が光ったシーズンだったぜ。去年も失点は少なかったが、チーム投手防はリーグ9位と守備陣と運に助けられた面もあった中、今季は投手防も2位と、投手陣の質もしっかり向上していることが伺えるよ。さて改めて、5年目で当初の目標だった FA 補強禁止での世界一を達成したよ。ここまで見ていただいた皆さん、ありがとうございました。さっきも言った通り、5年で世界一まで行くのは想定外で、アルバレスをはじめ、これまで獲得した若手選手が今後 MLB にどんどん昇格してきて、これまで積み上げてきたものが花開いていくのを見たい気持ちはあるけど、このシリーズは一旦ここまでとさせてもらうよ。次回の縛りは決まっているのか？ああ、すでに決まっていて、そちらは今回よりも長期的な企画になりそうだと思っているよ。今後、このセーブデータの続きを進める可能性はあるのか？そうだな、一旦は次の企画に集中するつもりだけど、何かしら新しい目標を立てて、続きを進めるのもありだとは思っているよ。なるほど、もし続きを見たいという場合や、これを目標に続ければいいのではというのがあれば、ぜひコメントをいただきたいぜ。少ない予算や選手層をやりくりしながら戦うのが個人的に好きなので、また同じような縛りをやるかもしれないが、その時はもっと縛りをきつくして、例えば MLB で1試合でも出場歴がある選手は獲得禁止、なんていうルールにしてもいいかなと思っているよ。今回はトレードやウェーバーで、もともと主力クラスに近い選手を取るケースも多かったからな。ちなみに、次回の縛りはどんな内容なんだ？そうだな、縛りというよりは、とあることを目指すという企画にするつもりで、何かを禁止にするわけではないけど、あることを達成するまで終われない企画みたいな感じで考えているよ。なるほど、詳細は次回の動画でという感じか。ああ、そうさせてもらうぜ。ということで、ぜひチャンネル登録をして、次回の動画を待っていただけると幸いです。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。